皆さんこんにちは。016の冬人です。前回の動画ではある条件が揃えばどんなカメラでも冬写真が撮れますと言いましたが、今日はその条件についてお話ししたいと思います。So let's get started. はい、皆さん改めてこんにちは。016の冬人です。このチャンネルでは合成なしの自撮り冬写真の撮り方やテクニック、機材紹介や一般的な写真の動画を配信して、皆さんに冬写真の楽しさや魅力をお伝えする場所にしたいと思っています。冬写真などについてご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんは合成なしの冬写真を撮ってみたいなと思ったことありませんか？冬写真って他の人が撮ったのを見るのも面白いんですけれども、自分で撮るのもすごい楽しいんです。ですけど、自分はスマホのカメラしか持ってないんだよなとか、ミラーレスカメラは持ってるけどどうして撮ったらいいかわからないと思ってる方もいらっしゃると思います。今日はそんな皆さんの疑問を解決したいと思います。冒頭でもお話ししましたが、ある条件さえ揃えば一眼レフやミラーレスカメラはもちろん、コンパクトカメラやスマホのカメラ、何でも簡単に冬写真を撮ることが可能なんです。その条件を一言でまとめると、0.001 秒の一瞬をカメラで捉えろです。これを聞いて、何のことって思われるかもしれませんが、話を聞いてください。前回の動画でもお見せしましたが、こちらの写真は私がいつも使っているミラーレスカメラ、ソニー α6500 というカメラで撮った冬写真です。写真をズームしてみると、ブレてなくて空中を浮いているようにちゃんと見えますよね。次にこちらが iPhone8 で撮った冬写真です。パッと見ると先ほどの写真とあんまり変わらないのですが、実は写真をズームしてよく見ると、なんと足がブレてしまってるんです。2枚の写真を比較しやすいように横に並べますが、皆さんにとってどちらの写真の方が自然に浮いているように見えますか？おそらくブレてない方を選ばれると思います。全くその通りで、冬写真っていうのは被写体が自然体でふわふわーっと浮いている状態をうまく表現するためには、被写体はなるべくブレていないのが望ましいです。さて、この2枚の写真を見て、冬人さん、スマホで撮った写真がブレたっていうことは、じゃあスマホで撮れないってことじゃん。どういうこと？というふうに思ってしまうかもしれませんが、ご安心ください。このスマホの写真では、冬写真を撮るための必要な条件がちゃんと揃っていなかったから失敗していたんです。つまり、0.001 秒の一瞬をカメラで抑えきれてないからなんです。ちなみに証拠としてお見せしますが、こちらの写真が iPhone8 で撮ったもう1枚の冬写真です。ズームしてみると全くブレていないのが分かりますよね。これは写真を撮るために 0.001 秒の一瞬をスマホのカメラがちゃんと捉えることができていたからなんです。じゃあこの 0.001 秒の一瞬って一体何のことなのか。それはカメラの設定にあります。冬写真を撮る上でカメラの一番重要な設定はシャッタースピードです。そもそもシャッタースピードとは何だっていう方もいらっしゃると思うので、分かりやすく説明します。カメラの奥にはこのように写真を取り込むイメージセンサーがあります。これは私の α6500 のセンサーですが、一眼レフにもスマホのカメラにもイメージセンサーがついています。写真を撮るにはこのセンサーに物体が反射する光を受け取る必要があります。カメラのシャッターボタンを押すとセンサーが開いて、カメラのセンサーが受光し情報を読み取って写真を作り出します。じゃあシャッタースピードは何かというと、それはシャッターをどのくらいの時間開けるかという設定です。例えば10分の1秒、100分の1秒とかと表記されます。これは1秒間をどれくらいの数字で割ったかという意味です。つまり10分の1秒は 0.1 秒、100分の1は 0.01 秒の速さでシャッターが切れることが分かります。
また設定次第では1秒から30秒などゆっくり時間をかけてシャッターを切ることも可能です。シャッタースピードを調整することによって2つの形で写真の特徴が変わってきます。まず1つ目、写真の明るさです。シャッタースピードを開ける時間が長いと明るい写真を撮ることができます。逆にシャッターを開ける時間が短いとセンサーが一度に取り込む光が減少しますよね。そうなることで写真が暗くなります。シャッタースピードで変えれる写真のもう一つの特徴はブレです。シャッタースピードが低下するとシャッターを開けている間に生じたわずかな揺れも写真に反映します。それがブレとなって写真に残ります。逆にシャッターが開いている時間が短いと激しく動いているものでもブレずに撮ることができます。スポーツ写真を撮るときはなるべく速いシャッタースピードで撮った方が良いとよく言われますが、これは写真のブレを減少させるためにそう言われています。実は浮遊写真もスポーツ写真と状況はよく似ています。被写体がジャンプしている一瞬を捉える必要があるため、シャッタースピードを十分に速くすることでブレを制御することができるんです。で、説明が長くなりましたが、さっき私が申し上げた浮遊写真を撮る条件 0.001 秒の一瞬を捉えるですけれども、これはシャッタースピードのことを指しています。浮遊人の場合、浮遊写真を撮る際の理想的なシャッタースピードは1000分の1秒です。この1000分の1秒、小数で表すと 0.001 秒ですよね。被写体がジャンプして宙を浮いているように見える 0.001 秒の一瞬を捉えることで浮遊写真を撮れるんです。先ほどソニーのα6500 で撮った浮遊写真はシャッタースピードが1000分の1秒で撮っていたんですけれども、ブレていた方のスマホの写真はシャッタースピードがわずか280分の1秒でした。α6500 の約 3.6 倍遅いですよね。もうちょっとスマホのシャッタースピードが速かったらブレなかったかもしれません。メーカーやモデルにもよりますが、ほとんどの一眼レフやミラーレスカメラだと一番速いシャッタースピードは4000分の1もしくは8000分の1秒あたりです。フラッグシップのカメラになるとそれの倍以上の速いシャッタースピードが出せるカメラもあります。浮遊写真を撮るには十分な速度ですよね。一方、スマホの方ですが、こちらもメーカーやモデルによって変わってきます。私が持っている iPhone8 だと最速8000分の1秒です。こちらも十分速いですよね。また Android ユーザーの方たちのために一つ例を挙げますと Galaxy S10 だとなんと最速24000分の1秒。これすごいですよね。十分浮遊写真を撮れます。でもここでスマホで写真を撮る派の皆さんは、浮遊人さん、シャッタースピードを設定するって言ってもスマホのカメラって確かオートモードだから設定できないんじゃないですかって思ってるんじゃないかと思います。確かにそうなんです。例えば私の持っている iPhone のカメラアプリだと露出補正以外は全てオートでマニュアル操作はできない仕様になっているんです。じゃあどうしたらいいのか。解決方法は2つあります。まず1つはスマホのカメラをマニュアルで操作できるアプリを使うことです。例えばフランルローカメラというアプリがありますが、私もこのアプリを時々使います。このアプリは無料でダウンロードができて、シャッタースピードだけじゃなく ISO とか色温度の調整も行えて結構便利なんです。ちょっとだけ使いにくいアプリではあるんですけれども、無料っていうのはすごい嬉しいですよね。また先ほどちょっとクイックにインターネットで検索してみたら、カメラプラスだったりとかプロカメラというアプリでもマニュアル設定がどうやらできるようです。ただどちらも610円かかる有料アプリでした。でも使い勝手がもし良いのであれば使ってみるのもいいかもしれませんよね。またもうちょっとよく探したら無料アプリがどこかにあるかもしれません。2つ目の解決方法は明るい場所で浮遊写真を撮ることです。スマホに限らずマニュアル操作ができないコンパクトカメラやオートモードに設定している一眼レフ、ミラーレスカメラもそうですが、明るい場所で操作すると
カメラがそれを察知して写真が明るくなりすぎないようにシャッタースピードを自動的に上げてくれます。逆に暗いところで撮影しようとするとカメラがシャッタースピードを遅くします。先ほどお見せしたスマホの写真がなぜブレてしまったのかというと、撮影中にですね、なんと雨雲が近づいて周辺が暗くなってしまったんですね。そしてスマホカメラのシャッタースピードが遅くなってしまったんです。別の晴れた明るい日に再度挑戦したら自動的にシャッタースピードが速くなってブレていない写真がちゃんと撮れました。はい、といった感じでですね、制約をうまく回避すればどんなカメラでも冬写真を撮れます。どのカメラでも撮れるということは、家族とか友達と一緒に好きな時に冬写真を撮れるということです。また旅行先とか記念写真とかに浮遊しているところを撮っても大変面白そうですよね。ちなみに浮遊人が浮遊写真を撮るカメラを選べるとしたら、私はミラーレスもしくは一眼レフカメラを選びます。スマホカメラの性能は近年すごいスピードで高度になってきてはいるんですけれども、ミラーレスとか一眼レフに比べるとちょっと劣ってしまいます。またミラーレスとか一眼レフにはスマホのカメラにはない便利な機能もたくさんついています。浮遊写真を極め続けるためにも、私はなるべく性能の良いものを選びたいです。もちろんスマホのカメラを使ったらダメっていうことは全然ないんです。スマホにはすぐに写真が撮れる速写性という強みがありますよね。ポータビリティの面で大きなメリットがスマホにはあると思います。ただ写真を見た人がわーって思うような浮遊写真を撮りたいのであれば、やはりスマホよりかは一眼レフとかミラーレスカメラがそちらの方にポテンシャルがありますので、やっぱ私は浮遊人はそちらの方に手を伸ばします。皆さんはどういったカメラで浮遊写真を撮ってみたいですか？皆さんはスマホ派ですか？それとも一眼レフ派？それともミラーレス？コメント欄で皆さんのご意見をいただけると大変嬉しいです。はい、といった感じでですね、今日は浮遊写真を撮るための条件 0.001 秒の一瞬を捉えるということについてお話ししました。シャッタースピードを速めることでどんなカメラでも浮遊写真を撮れます。もしスマホとかで撮影される場合、マニュアル設定が可能になるアプリを使用するか、なるべく明るい場所で撮影に挑戦することをお勧めします。もし画質の良い浮遊写真とかを追求されたい場合は、一眼レフ、ミラーレスカメラでマニュアルもしくはセミマニュアル設定で撮影することをお勧めします。はい、長くなりましたが、最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が少しでもいいねと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。以上、016の浮遊人でした。また次回お会いしましょう。See you next time!